夏目漱石、吾輩は猫である。1、吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。吾輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くと、それは書生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々をつらまえて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから別段恐ろしいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられてスーッと持ち上げられたとき、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。手のひらの上で少し落ち着いて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始めであろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一、毛をもって装飾されるべきはずの顔がつるつるしてまるでやかんだ。その後猫にもだいぶあったが、こんな片には一度も出くわしたことがない。のみならず顔の真ん中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々プープーと煙を吹く。どうもむせっぽくて実に弱った。これが人間の飲むタバコというものであることはようやくこの頃知った。この書生の手のひらのうちでしばらくは良い心持ちに座っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか自分だけが動くのかわからないが、むやみに目が回る。胸が悪くなる。到底助からないと思っていると、どさりと音がして目から火が出た。それまでは記憶しているが、あとは何のことやら、いくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると、書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹も見えぬ。肝心の母親さえ姿を隠してしまった。その上、今までのところとは違ってむやみに明るい。目を開いていられぬくらいだ。はてな、何でも様子がおかしいとのそのそ這い出してみると非常に痛い。吾輩は藁の上から急に笹原の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで笹原を這い出すと、向こうに大きな池がある。吾輩は池の前に座ってどうしたらよかろうと考えてみた。別にこれという分別も出ない。しばらく泣いていたら書生がまた迎えに来てくれるかと考えついた。にゃーにゃーと試みにやってみたが誰も来ない。そのうち池の上をさらさらと風が渡って日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもよいから食い物のあるところまで歩こうと決心をして、そろりそろりと池を左に回り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに這っていくと、ようやくのことでなんとなく人間臭いところへ出た。ここへ入ったらどうにかなると思って、竹垣の崩れた穴からとある邸内に潜り込んだ。縁は不思議なもので、もしこの竹垣が破れていなかったなら、吾輩はついに路傍に餓死したかもしれんのである。一樹の影とはよく言ったものだ。この垣根の穴は今日に至るまで吾輩が隣の三家を訪問する時の通路になっている。さて、屋敷へは忍び込んだものの、これから先どうしていいかわからない。そのうちに暗くなる。腹は減る。寒さは寒し、雨が降ってくるという始末で、もう一刻の猶予ができなくなった。仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へと歩いていく。今から考えると、その時はすでに
家の中に入っておったのだ。ここで吾輩はかの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したのである。第一にあったのがおさんである。これは前の書生より一層乱暴な方で、吾輩を見るや否やいきなり首筋をつかんで表へ放り出した。いやこれはダメだと思ったから目をねぶって運を天に任せていた。しかしひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができん。吾輩は再びおさんの隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。吾輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを4、5遍繰り返したのを記憶している。その時におさんというものはつくづく嫌になった。この間、おさんのサンマを盗んでこの返報をしてやってから、やっと胸のつかえが下りた。吾輩が最後につまみ出されようとした時に、このうちの主人が、騒々しいなんだと言いながら出てきた。下女は吾輩をぶら下げて、主人の方へ向けて、この宿なしの子猫がいくら出しても出してもお台所へ上がってきて困りますという。主人は鼻の下の黒い毛をひねりながら吾輩の顔をしばらく眺めておったが、やがて、そんなら家へ置いてやれと言ったまま奥へ入ってしまった。主人はあまり口をきかぬ人と見えた。下女は悔しそうに吾輩を台所へ放り出した。かくして吾輩はついにこの家を自分の住処と決めることにしたのである。吾輩の主人はめったに吾輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日書斎に入ったきりほとんど出てくることがない。うちの者は大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。吾輩は時々忍び足に彼の書斎を覗いてみるが、彼はよく昼寝をしていることがある。時々読みかけてある本の上によだれを垂らしている。彼は微弱で皮膚の色が炭鉱色を帯びて弾力のない不活発な兆候を表している。そのくせに大飯を食う。大飯を食った後で高地やスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。2、3ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の毎を繰り返す日課である。吾輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽なものだ。人間と生まれたら教師となるに限る。こんなに寝ていて務まるものなら猫にでもできぬことはないと。それも主人に言わせると教師ほどつらいものはないそうで、彼は友達が来るたびになんとかかんとか不平を鳴らしている。吾輩がこの家へ住み込んだ当時は、主人以外の者には甚だ不人望であった。どこへ行っても跳ねつけられて相手にしてくれ手がなかった。いかに珍重されなかったかは、今日に至るまで名前さえつけてくれないのでもわかる。吾輩は仕方がないから、できうる限り吾輩を入れてくれた主人のそばにいることを努めた。朝主人が新聞を読むときは必ず彼の膝の上に乗る。彼が昼寝をするときは必ずその背中に乗る。これはあながち主人が好きというわけではないが、別に構い手がなかったからやむを得んのである。その後いろいろ経験の上、朝は飯びつの上、
夜はこたつの上、天気の良い昼は縁側へ寝ることとした。しかし一番心持ちの良いのは、夜に行ってここのうちの子供の寝床へ潜り込んで一緒に寝ることである。この子供というのは5つと3つで、夜になると2人が1つ床へ入って一間へ寝る。吾輩はいつでも彼らの中間に己をいるべき余地を見出して、どうにかこうにか割り込むのであるが、運悪く子供の一人が目を覚ますが最後、大変なことになる。子供はことに小さい方がたちが悪い。猫が来た、猫が来たと言って夜中でも何でも大きな声で泣き出すのである。すると例の神経微弱性の主人は必ず目を覚まして次の部屋から飛び出してくる。現に先だってなどは物差しで尻ぺてをひどく叩かれた。吾輩は人間と同居して彼らを観察すればするほど、彼らはわがままなものだと断言せざるを得ないようになった。ことに吾輩が時々同衾する子供のごときに至っては言語道断である。自分の勝手な時は人を逆さにしたり、頭へ袋をかぶせたり、放り出したり、へっついの中へ押し込んだりする。しかも吾輩の方で少しでも手出しをしようものなら、家内総がかりで追い回して迫害を加える。この間もちょっと畳で爪を研いだら、細君が非常に怒って、それから容易に座敷へ入れない。台所の板の間で人が震えていても一向平気なものである。吾輩の尊敬する筋向こうのシロ君などは、会うたびごとに人間ほど不人情なものはないと言っておられる。シロ君は先日玉のような子猫を4匹生まれたのである。ところがそこのうちの書生が3日目にそいつを裏の池へ持って行って4匹ながら捨ててきたそうだ。シロ君は涙を流してその一部始終を話した上、どうしても我ら猫族が親子の愛を全くして美しい家族的生活をするには、人間と戦ってこれを消滅せねばならぬと言われた。いちいちもっともの議論と思う。また隣のミケ君などは、人間が所有権ということを介していないと言って大いに憤慨している。元来我々同族間では、目指しの頭でもボラのへそでも、一番先に見つけたものがこれを食う権利があるものとなっている。もし相手がこの規約を守らなければ、腕力に訴えてもよいくらいのものだ。しかるに彼ら人間は豪もこの観念がないと見えて、我らが見つけたごちそうは必ず彼らのために略奪せられるのである。彼らはその合力を頼んで正当に御人が食いうべきものを奪って済ましている。シロ君は軍人のうちにおり、ミケ君は大言の主人を持っている。吾輩は教師のうちに住んでいるだけ、こんなことに関すると亮君よりもむしろ楽天である。ただその日その日がどうにかこうにか送られればよい。いくら人間だってそういつまでも栄えることもあるまい。まあ気を長く猫の時節を待つがよかろう。わがままで思い出したからちょっと吾輩のうちの主人がこのわがままで失敗した話をしよう。元来この主人は何と言って人に優れてできることもないが、何にでもよく手を出したがる。俳句をやってホトトギスへ投書をしたり、新大使を明星へ出したり、間違いだらけの英文を書いたり、時によると弓に凝ったり、歌いを習ったり、またある時は
バイオリンなどをブーブー鳴らしたりするが、気の毒なことにはどれもこれもものになっておらん。そのくせやり出すと微弱のくせに嫌に熱心だ。校歌の中で歌いを歌って近所で校歌先生とあだ名をつけられているにも関せず一向平気なもので、やはりこれは平宗盛にて候を繰り返している。みんなが空宗盛だと吹き出すくらいである。この主人がどういう考えになったものか、吾輩の住み込んでから一月ばかりの後のある月の月給日に、大きな包みを下げて慌ただしく帰ってきた。何を買ってきたのかと思うと、水彩絵の具と毛筆とワットマンという紙で、今日から歌いや俳句をやめて絵を描く決心と見えた。果たして翌日から当分の間というものは、毎日毎日、書斎で昼寝もしないで絵ばかり描いている。しかし、その描き上げたものを見ると、何を描いたものやら誰にも鑑定がつかない。当人もあまりうまくないと思ったものか、ある日、その友人で美学とかをやっている人が来たときに、下のような話をしているのを聞いた。どうもうまく描けないものだね。人のを見ると何でもないようだが、自ら筆を取ってみると、今更のように難しく感ずる。これは主人の10回である。なるほど、偽りのないところだ。彼の友は金縁の眼鏡越しに主人の顔を見ながら、そう初めから上手には描けないさ。第一、室内の想像ばかりで絵が描けるわけのものではない。昔、イタリーの大家、アンドレア・デル・サルトが言ったことがある。絵を描くなら何でも自然そのものを写せ。天に精神あり、地にろ過あり、飛ぶに鳥あり、走るに獣あり、地に金魚あり、古木に漢があり。自然はこれ一幅の大活がなりと。どうだ、君もえらしい絵を描こうと思うなら、地と写生をしたら。へえ、アンドレア・デル・サルトがそんなことを言ったことがあるかい。ちっとも知らなかった。なるほど、こりゃもっともだ。実にその通りだ。と、主人はむやみに感心している。金縁の裏にはあざけるような笑いが見えた。その翌日、吾輩は例のごとく縁側に出て心持ちよく昼寝をしていたら、主人が例になく書斎から出てきて、吾輩の後ろで何かしきりにやっている。ふと目が覚めて何をしているかと一部ばかり細めに目を開けてみると、彼は4年もなくアンドレア・デル・サルトを決め込んでいる。吾輩はこのありさまを見て覚えず失笑するのを禁じ得なかった。彼は彼の友に揶揄せられたる結果として、まず手始めに吾輩を写生しつつあるのである。吾輩はすでに十分寝た。あくびがしたくてたまらない。しかし、せっかく主人が熱心に筆を取っているのを動いては気の毒だと思ってじっと辛抱しておった。彼は今、吾輩の輪郭を描き上げて顔のあたりを彩っている。吾輩は自白する。吾輩は猫として決して上々の出来ではない。背といい、毛並みといい、顔の造作といい、あえて他の猫に勝るとは決して思っておらん。しかし、いくら不器量の吾輩でも、今吾輩の主人に描き出されつつあるような妙な姿とはどうしても思われない。第一、色が違う。吾輩はペルシャ産の猫のごとく、木を含める黄褐色に漆のごとき斑入りの皮膚を有している。これだけは誰が見ても疑うべからざる事実と思う。
しかるに今主人の彩色を見ると、黄でもなければ黒でもない、灰色でもなければ飛び色でもない。さればとてこれらを混ぜた色でもない。ただ一種の色であるというより他に表し方のない色である。その上不思議なことは目がない。もっともこれは寝ているところを写生したのだから無理もないが、目らしいところさえ見えないから、目くらだか寝ている猫だか判然しないのである。我が輩は心中密かに、いくらアンドレア・デルサルトでもこれではしょうがないと思った。しかしその熱心には感服せざるを得ない。なるべくなら動かずにおってやりたいと思ったが、さっきから小便が催している。身内の筋肉はムズムズする。もはや一分も猶予ができぬ市議となったから、やむを得ず失敬して、両足を前へ存分のして、首を低く押し出して、ああと大なるあくびをした。さてこうなってみると、もうおとなしくしていても仕方がない。どうせ主人の予定はぶち壊したのだから、ついでに裏へ行って用を足そうと思ってのそのそ這い出した。すると主人は失望と怒りをかき混ぜたような声をして、座敷の中からこのバカ野郎と怒鳴った。この主人は人を罵るときは必ずバカ野郎というのが癖である。他に悪口の言いようを知らないのだから仕方がないが、今まで辛抱した人の気も知らないで、むやみにバカ野郎呼ばわりは失敬だと思う。それも平勢我が輩が彼の背中へ乗るときに少しはいい顔でもするならこの万場も甘んじて受けるが、こっちの便利になることは何一つ快くしてくれたこともないのに、小便に立ったのをバカ野郎とはひどい。元来人間というものは自己の力量に慢じてみんな増長している。少し人間より強いものが出てきていじめてやらなくては、この先どこまで増長するかわからない。我が輩もこのくらいなら我慢するが、我が輩は人間の不徳についてこれよりも数倍悲しむべき報道を耳にしたことがある。我が輩のうちの裏に10坪ばかりの茶園がある。広くはないがさっぱりとした心持ちよく日の当たるところだ。うちの子供があまり騒いで楽々昼寝のできない時や、あまり退屈で腹加減の良くない折などは、我が輩はいつでもここへ出て公然の気を養うのが例である。ある小春の穏やかな日の2時ごろであったが、我が輩は中飯後快く一睡した後、運動方々この茶園へと歩を運ばした。茶の木の根を一本一本嗅ぎながら、西側の杉垣のそばまで来ると、枯れ菊を押し倒して、その上に大きな猫が前後不覚に寝ている。彼は我が輩の近づくのも一向心づかざるごとく、また心づくも無頓着なるごとく、大きないびきをして長々と体を横たえて眠っている。人の体内に忍び入りたる者がかくまで平気に眠られるものかと、我が輩は密かにその大胆なる度胸に驚かざるを得なかった。彼は純粋の黒猫である。わずかに5を過ぎたる太陽は透明なる光線を彼の皮膚の上に投げかけて、キラキラするニコゲの間より目に見えぬ炎でも燃えいずるように思われた。彼は猫中の大王とでも言うべきほどの偉大なる体格を有している。我が輩の倍は確かにある。我が輩は短少の念と好奇の心に前後を忘れて、彼の前にちょ立して4年もなく眺めていると、静かなる小春の風が杉垣の上から出たる五島の枝を軽く誘って、バラバラと2、3枚の葉が
枯れ菊の茂みに落ちた。大王はカッとそのまん丸の目を開いた。今でも記憶している。その目は人間の珍重する琥珀というものよりもはるかに美しく輝いていた。彼は身動きもしない。僧帽の奥からいるごとき光を吾輩の矮小なる額の上に集めて、おめえは一体何だと言った。大王にしては少々言葉が卑しいと思ったが、何しろその声の底に犬をもひしぐべき力がこもっているので、吾輩は少なからず恐れを抱いた。しかし挨拶をしないと検問だと思ったから、吾輩は猫である。名前はまだない。と、なるべく平気を装って冷然と答えた。しかし、この時吾輩の心臓は確かに平時よりも激しく鼓動しておった。彼は大いに軽蔑せる調子で、何？猫だ。猫が聞いて呆れら。前提どこに住んでるんだ。随分傍若無人である。吾輩はここの教師のうちにいるのだ。どうせそんなことだろうと思った。嫌に痩せてるじゃねえか。と大王だけに気縁を吹きかける。言葉つきから察するとどうも両家の猫とも思われない。しかしその脂ぎって肥満しているところを見るとごちそうを食っているらしい。豊かに暮らしているらしい。吾輩はそういう君は一体誰だいと聞かざるを得なかった。俺は車屋の黒よ。公然たるものだ。車屋の黒はこの近辺で知らぬ者なき乱暴猫である。しかし車屋だけに強いばかりでちっとも教育がないからあまり誰も交際しない。同盟犬猿主義の的になっているやつだ。吾輩は彼の名を聞いて少々尻こそばゆき感じを起こすと同時に、一方では少々警部の念も生じたのである。吾輩はまず彼がどのくらい無学であるかを試してみようと思ってさの問答をしてみた。一体車屋と教師とはどっちが偉いだろう。車屋の方が強いに決まっていらあな。おめえのうちの主人を見ねえ。まるで骨と皮ばかりだぜ。君も車屋の猫だけにだいぶ強そうだ。車屋にいるとごちそうが食えると見えるね。なあに、俺なんざどこの国へ行ったって食い物に不自由はしねえつもりだ。おめえなんかも茶畑ばかりぐるぐる回っていねえで、ちっと俺の後へくっついてきてみねえ。一月と経たねえうちに見違えるように太れるぜ。追ってそう願うことにしよう。しかし、うちは教師の方が車屋より大きいのに住んでいるように思われる。べらぼうめ、うちなんかいくら大きくたって腹の足しになるもんか。彼は大いに感触に触った様子で、寒竹を削いだような耳をしきりとピクつかせて、あららかに立ち去った。吾輩が車屋の黒と知己になったのはこれからである。その後吾輩はたびたび黒と開口する。開口するごとに彼は車屋相当の気縁を吐く。先に吾輩が耳にしたという不徳事件も実は黒から聞いたのである。ある日例のごとく吾輩と黒は暖かい茶畑の中で寝転びながらいろいろ雑談をしていると、彼はいつもの自慢話をさも新しそうに繰り返した後で、吾輩に向かって下のごとく質問した。おめえは今までにネズミを何匹取ったことがある？知識は黒よりもよほど発達しているつもりだが、腕力と勇気とに至っては、到底黒の比較にはならないと覚悟はしていたものの、この問いに接したる時はさすがに決まりがよくはなかった。けれども事実は事実で偽るわけにはいかないから、吾輩は
実は取ろうと思ってまだ取らない、と答えた。黒は彼の鼻の先からピンと突っ張っている長いひげをビリビリと震わせて非常に笑った。元来黒は自慢をするだけにどこか足りないところがあって、彼の機嫌を感心したように喉をコロコロ鳴らして緊張していれば甚だ御しやすい猫である。吾輩は彼と近づきになってからすぐにこの呼吸を飲み込んだから、この場合にもなまじ己を弁護してますます形勢を悪くするのも愚である。いっそのこと彼に自分の手柄話をしゃべらしてお茶を濁すにしくはないと思案を定めた。そこでおとなしく、君などは年が年であるからだいぶん取ったろうとそそのかしてみた。俄然彼は障壁の結所に突貫してきた。たんとでもねえが3、40は取ったろうとは得意げなる彼の答えであった。彼はなお語を続けて、ネズミの100や200は一人でいつでも引き受けるが、イタチってやつは手に合わねえ。一度イタチに向かってひどい目にあった。へえ、なるほど、と相づちを打つ。黒は大きな目をパチつかせて言う。去年の大掃除の時だ。うちの亭主が石灰の袋を持って縁の下へ這い込んだらおめえ、大きなイタチの野郎が面食らって飛び出したと思いねえ。ふん、と感心してみせる。イタチってけども何、ネズミの少し大きいぐらいのものだ。こんちくしょうって気で追っかけて、とうとうドブの中へ追い込んだと思いねえ。うまくやったねえ、と喝采してやる。ところがおめえ、いざって段になるとやつめ、最後っぺをこきやがった。くせえの臭くねえのって。それからってものは、イタチを見ると胸が悪くなら。彼はここに至って、あたかも去年の周期を今なお感ずるごとく、前足を上げて鼻の頭を2、3遍撫で回した。吾輩も少々気の毒な感じがする。ちっと景気をつけてやろうと思って。しかし、ネズミなら君に睨めれては100年目だろう。君はあまりネズミを取るのが名人で、ネズミばかり食うものだから、そんなに太って毛艶がいいのだろう。黒の機嫌を取るためのこの質問は、不思議にも反対の結果を提出した。彼は毅然として退息して言う。考えるとつまらねえ。いくら稼いでネズミを取ったって。一定人間ほど不定やつは世の中にいねえぜ。人の取ったネズミをみんな取り上げやがって交番へ持って行きやがる。交番じゃ誰が取ったかわからねえから、そのたんびに5銭ずつくれるじゃねえか。うちの亭主なんか、俺のおかげでもう1円50銭くらい儲けていやがるくせに、ろくなものを食わせたこともありゃしねえ。おい、人間ってものは手のいい泥棒だぜ。さすが無学の黒も、このくらいの理屈はわかると見えて、すこぶる怒った様子で背中の毛を逆立てている。吾輩は少々気味が悪くなったから、いい加減にその場をごまかして家へ帰った。この時から吾輩は決してネズミを取るまいと決心した。しかし黒の子分になってネズミ以外のごちそうを漁って歩くこともしなかった。ごちそうを食うよりも寝ていた方が気楽でいい。教師のうちにいると猫も教師のような性質になると見える。用心しないと今に微弱になるかもしれない。教師といえば吾輩の主人も近頃に至っては到底水彩画において望みのないことを悟ったものと見えて、12月1日の日記にこんなことを書きつけた。〇〇という人に今日の会で初めて出会った。あの人はだいぶ放蕩をした人だというが、なるほど通人らしい風采をしている。
こういうたちの人は女に好かれるものだから、〇〇が放蕩をしたというよりも、放蕩をするべく余儀なくせられたというのが適当であろう。あの人の細君は芸者だそうだ。羨ましいことである。元来、放蕩家を悪く言う人の大部分は、放蕩をする資格のない者が多い。また、放蕩家をもって自認する連中のうちにも、放蕩する資格のない者が多い。これらは余儀なくされないのに無理に進んでやるのである。あたかも我が輩の水彩画におけるがごときのもので、到底卒業する気遣いはない。しかるにも関せず、自分だけは通人だと思って済ましている。料理屋の酒を飲んだり、待合へ入るから通人となりうるという論が立つなら、我が輩も一角の水彩画家になりうる理屈だ。我が輩の水彩画のごときは描かない方がましであると同じように、愚昧なる通人よりも山出しの大野暮の方がはるかに上等だ。通人論はちょっと思考しかねる。また、芸者の細君を羨ましいなどというところは、教師としては口にすべからざる愚劣の考えであるが、自己の水彩画における批評眼だけは確かなものだ。主人は核のごとく自治の命あるにも関せず、そのうぬぼれ心はなかなか抜けない。中2日置いて12月4日の日記にこんなことを書いている。ゆうべは僕が水彩画を描いて到底ものにならんと思ってそこらに放っておいたのを誰かが立派な額にして欄間にかけてくれた夢を見た。さて額になったところを見ると我ながら急に上手になった。非常に嬉しい。これなら立派なものだと一人で眺め暮らしていると夜が明けて目が覚めてやはり元の通り下手であることが朝日とともに明瞭になってしまった。主人は夢のうちまで水彩画の未練を背負って歩いていると見える。これでは水彩画家は無論風刺のいわゆる通人にもなれないたちだ。主人が水彩画を夢に見た翌日、例の金縁眼鏡の美学者が久しぶりで主人を訪問した。彼は座につくと壁頭第一に「絵はどうかね?」と口を切った。主人は平気な顔をして「君の忠告に従って写生を務めているが、なるほど、写生をすると今まで気のつかなかったものの形や色の精細な変化などがよくわかるようだ。西洋では昔から写生を主張した結果、今日のように発達したものと思われる。さすがアンドレア・デルサルトだ。と、日記のことはお首にも出さないで、またアンドレア・デルサルトに感心する。美学者は笑いながら、実は君、あれはでたらめだよ、と頭をかく。何がと主人はまだ偽られたことに気がつかない。何がって君のしきりに感服しているアンドレア・デルサルトさ。あれは僕のちょっと捏造した話だ。君がそんなに真面目に信じようとは思わなかった。ははは。と大気悦の体である。我が輩は縁側でこの対話を聞いて、彼の今日の日記にはいかなることが記されるであろうかと、あらかじめ想像せざるを得なかった。この美学者は、こんないい加減なことを吹き散らして人を担ぐのを唯一の楽しみにしている男である。彼はアンドレア・デルサルト事件が主人の情線にいかなる響きを伝えたかを毫も考慮せざる者のごとく、得意になって下のようなことをしゃべった。いや、時々冗談を言うと人が真に受けるので、大いに滑稽的美観を挑発するのは面白い。先だってある学生にニコラス・ニックルベイがギボンに忠告して、
彼の一世の大著述なる仏国革命史を仏語で書くのをやめにして英文で出版させたと言ったら、その学生がまたバカに記憶のいい男で、日本文学会の演説会で真面目に僕の話した通りを繰り返したのは滑稽であった。ところが、その時の傍聴者は約100名ばかりであったが、皆熱心にそれを傾聴しておった。それからまだ面白い話がある。先だってある文学者のいる席で、ハリソンの歴史小説セオファーノの話が出たから、僕は、あれは歴史小説のうちで白尾である。ことに、女主人公が死ぬところは危機人を襲うようだと評したら、僕の向こうに座っている知らんと言ったことのない先生が、そうそう、あそこは実に名文だと言った。それで僕は、この男もやはり僕同様、この小説を読んでおらないということを知った。神経微弱性の主人は目を丸くして問いかけた。そんなでたらめを言って、もし相手が読んでいたらどうするつもりだ。あたかも人を欺くのは差し支えない。ただ化けの皮が現れた時は困るじゃないかと感じたもののごとくである。美学者は少しも動じない。何、その時は別の本と間違えたとかなんとか言うばかりさ。と言ってケラケラ笑っている。この美学者は金縁の眼鏡はかけているが、その性質が車屋の黒に似たところがある。主人は黙って日の出を輪に吹いて、我が輩にはそんな勇気はないと言わんばかりの顔をしている。美学者はそれだから絵を描いてもダメだという目つきで。しかし冗談は冗談だが、絵というものは実際難しいものだよ。レオナルド・ダ・ヴィンチは門下生に寺院の壁のシミを写せと教えたことがあるそうだ。なるほど、雪院などに入って雨の漏る壁を余念なく眺めていると、なかなかうまい模様画が自然にできているぜ。君注意して写生してみたまえ。きっと面白いものができるから。また騙すのだろう。いえ、これだけは確かだよ。実際奇形な語じゃないか。ダヴィンチでも言いそうなことだね。なるほど、奇形にはそういないな。と主人は半分降参をした。しかし彼はまだ雪院で写生はせぬようだ。車屋の黒はその後びっこになった。彼の光沢ある毛はだんだん色が冷めて抜けてくる。我が輩が琥珀よりも美しいと評した彼の目には目やにがいっぱい溜まっている。ことに著しく我が輩の注意を引いたのは、彼の元気の消沈とその体格の悪くなったことである。我が輩が例の茶園で彼に会った最後の日、どうだと言って尋ねたら、イタチの最後っぺと魚屋の天秤棒にはこりごりだ、と言った。赤松の間に二三段の甲を綴った紅葉は、昔の夢のごとく散って、つくばいに近く変わる変わる花びらをこぼした紅白のサザンカも残りなく落ち尽くした。三軒半の南向きの縁側に冬の日足が早く傾いて、木枯らしの吹かない日はほとんど稀になってから、我が輩の昼寝の時間も狭められたような気がする。主人は毎日学校へ行く。帰ると書斎へ立てこもる。人が来ると教師が嫌だ嫌だと言う。水彩画もめったに描かない。高地やスターゼも効能がないと言ってやめてしまった。子供は関心に休まないで幼稚園へ通う。帰ると唱歌を歌って、まりをついて、時々我が輩を尻尾でぶら下げる。我が輩はごちそうも食わないから別段太りもしないが、まずまず健康でべっこにもならずにその日その日を暮らしている。ネズミは決して取らない。おさんはいまだに嫌いである。
名前はまだつけてくれないが、欲を言っても際限がないから、生涯この教師のうちで無名の猫で終わるつもりだ。